はい、どうも藤井です。ちょっと久しぶりになってしまったんですけど、また自分の好きな音楽を喋っていく動画を上げていくんでよろしくお願いします。で、今回取り上げるのはライドです。ライドといえば90年代初頭に出てきたシューゲイザーというジャンルの中でもとても人気の高いバンドです。シューゲイザーというのは空間を埋め尽くすような大音量のギターサウンドと儚く消えるようなボーカルが特徴になっているジャンルで、特にマイブラッディバレンタインのラブレスが名盤として有名ですよね。ライドはデビューから注目され、ある種アイドル的人気もあったバンドです。今回はファーストアルバムノーホエアを紹介します。ライドはイギリス・オックスフォードで1988年に結成されました。メンバーはギターボーカルマーク・ガードナー、ギターボーカルアンディ・ベル、ドラムスローレンス・コルバート、ベーススティーブ・ケラルト、結成から解散、再結成後も一貫してこの4人でメンバーチェンジはないですね。結成時のメンバーの年齢は18歳から20歳、最初はマイ・ブラッディ・バレンタイン、スペースメン3、ループ、ハウス・オブ・ラブ、ザ・スミス、またはソニック・ユース、こういったあたりに影響を受けたそうです。結成の翌年1989年にマイ・ブラッディ・バレンタインやハウス・オブ・ラブなど彼らが影響を受けたバンドが多く所属し、その後もさまざまな重要バンドを輩出していくインディーレーベルクリエーションレコーズのオーナーアラン・マッギーが彼らのライブを見て気に入り、クリエーションと契約します。1990年1月にファースト EP ライド EP でデビュー。これは通称赤ライドと呼ばれています。ノイジーなギターサウンドとマークとアンディによる綺麗なハーモニーはチェーンソーを持ったハウス・オブ・ラブと言われたとか、この EP はイギリスのインディーチャートで1位となり、デビューから注目を集めることとなりました。90年4月にはプレイ EP 通称キライドをリリース。1曲目 Like a Daydream は代表曲に挙げる人も多い人気の高い曲ですね。90年9月には Fall EP 通称ペンギンライド、そして10月にはファーストアルバムノーホエアがリリースされます。ちなみにこのアルバム、アナログ版では8曲入りのアルバムで、 CD ではその8曲に Fall EP に収録されていた3曲を加えた11曲入りのアルバムとしてリリースされました。自分はそういった事情を知らずにこの CD のノーホエアでライドを知ったので、アナログの8曲というのはちょっと違和感を感じてしまいます。個人的には全11曲のアルバムという感覚が拭えないですね。では具体的に曲の方を聴いていきましょう。1曲目シーガル。シンバルとフィードバックノイズからのベースラインはビートルズのタックスマンを思わせるものがあります。そこからドラムとゴーンギターが入ってくるんですけど、ドラムの手数の多いドタバタさ加減はザ・フーのキースムーンを彷彿とさせ、ギターは逆回転やドローン感のあるものが重ねられています。そして歌は、マークとアンディによる線が細くも綺麗なハーモニーで、ザ・バーズを思わせるものがあります。60年代ロックへのオマージュと、若さと高音が爆発している感じですね。これは当時聴いた時も一発で心をつかまれました。2曲目カレイドスコープ。曲感もなく始まる次の曲もやかましく疾走感のある曲で、こちらの方はコンパクトでキャッチーな感じです。この曲も大好きでしたね。3曲目 In a Different Place。 次は打って変わってスローな曲です。透明感のあるギターのイントロと宙を漂うような綺麗な歌メロ、なんとも青春の青さ切なさみたいなものを思い起こさせてくれる曲です。4曲目ポーラーベア。トレモロのエフェクトのかかったギターが鳴り続けるゆったりとした曲です。体が宙に浮くような浮遊感があり、
とても心地よさを感じますね。5曲目 Dreams Burn Down。 力強いドラムのイントロからクリーンなギターの単音フレーズ、美しく儚さを感じる歌メロ、そして不協和音混じりの激しいギターノイズ、ある種のシューゲーザーのひな形みたいなものがここで出来上がっちゃってる気がします。当時このアルバムを聴いていて、この曲で本当にノックアウトされました。綺麗なメロディーとノイズが交互に作用して盛り上がっていく、個人的には彼らの代表曲だと思っています。6曲目 Decay。 マイナー調のメロディーのアップテンポの曲です。実はライドではあまり多くないダークさが前面に出たかっこいいロックナンバーですね。7曲目 Paralyzed。 アコースティックギターも使われたミドルテンポのメランコリックなナンバー、どこかザ・スミスを彷彿とさせますね。8曲目 Vapor Trail。 とても印象的なギターのストロークから始まる切なく美しいメロディーを持った曲です。アンディ・ベルのボーカルはどこか不安げな印象で繊細で弱々しくもありますが、だからこそなのか胸にしみるような歌なんですよね。この曲は他の曲に比べノイジーさは控えめで、最後はストリングスも入ってきて美しく終わります。アナログ版ではこの曲で終了となっていますね。残りの3曲は本来 CD のボーナストラックだったみたいですね。9曲目 Taste。 明るく清涼感のあるアップテンポの曲です。めっちゃポップで心地いいですね。10曲目 Here and Now。 ミドルテンポのどちらかというとダンサブルなノリの曲なんですけど、相変わらずドラムはドタバタしていて、なんていうか青臭いんですよね。でも当時はその青臭さに共感していたみたいな部分はあります。11曲目 Nowhere。 ラストはアルバムタイトル曲ですが、アナログ版には収録されてないという不思議な立ち位置の曲です。スローでダーク、ドローン的要素の強い曲ですが、このあたりはスペースメン3などのヘビーサイケからの影響でしょうね。深く深く沈み込むように波の音に飲まれてアルバムは終了します。自分がこのアルバムを買ったのはリリースされて間もない頃、1990年の終わりか91年初めだったかもしれません。当時自分は日本のバンドばかり聴いていて、洋楽からは若干遠ざかっていたんですけど、たまたまレコード屋でこのジャケットを見て、それで店員さんが書いたポップというか紹介文を読んで、なんか良さそうだなと思って買ってみたんですね。で聴いてみたら、とにかくうるさいギターと暴れ回るドラムに圧倒されました。ノイジーなギターと60年代的な歌という面でジーザス&メリー・チェーンからの流れを組んだ音だとは思いましたが、地ざめりのような冷めた感じというか虚無感みたいなものはなく、エネルギッシュでアグレッシブなパワーを演奏からすごく感じました。それでいてボーカルの線が細く弱々しいほどで、そのアンバランスさが何とも言えない魅力に思いましたね。あと当時は日本版の CD を買ったので、ライナーとか読んでみると、彼らは自分より 2,3 歳年上の年齢だと分かって、2学年上のバンドをやっている先輩みたいな感覚で勝手に親近感を感じていました。それでその先輩がこんなにかっこいい音を出しているんだというのが、ものすごく刺激になっていましたね。あとこのアルバム、ジャケットがすごく好きなんですよね。これは多分海の波ですよね。波がうねっていて、上の方は空ですかね。で、中のサウンドがまさにこのイメージにぴったりで、大きいうねりがある中に透明感もあって、そして色ですね。海の青、空の青。このアルバムの曲はそういった青い色、または青春とか青臭さみたいなものを感じさせる曲ばかりなんですよね。このアルバムにハマったことで、当時18歳だったかな、自分はシューゲイザーやオルタナティブロックが盛り上がってきているのを知って、再びインディー系の洋楽をよく聴くようになりました。
で、その後のライドですが、1992年にセカンドアルバム Going Blank Again をリリース。こちらは音楽性の幅を広げ、シューゲイザーの枠に収まらないサウンドになっています。1994年にサードアルバムカーニバル・オブ・ライトをリリース。さらにシューゲイザー感は薄れ、60年代ロック色が強くなりました。そして1996年にフォースアルバムタランチュラを発表しますが、リリース前にメンバー間の確執により解散しています。解散後、マーク・ガードナーとローレンス・コルバートはアニマルハウスというバンドを、アンディ・ベルはハリケーンナンバーワンというバンドを結成しますが、どちらもあまり長くは続きませんでした。その後、アンディ・ベルはオアシスにベーシストとして加入していますね。その後、2000年代になって徐々にシューゲイザーが再評価されていき、ライドも2014年に再結成して、これまでに2枚のアルバムをリリースしています。当然彼らも年齢を重ね、当時のようなキラキラとした感じはありません。サウンド的にもオーソドックスなロックの色が強く、いわゆるシューゲイザー的なものを求めると物足りないかもしれませんが、個人的には今のライドもとても好きです。彼らの作るメロディーとマークとアンディによるハーモニーが常に琴線に触れるものがあるんですよね。実は最初からサウンド以上に彼らの歌に惹かれていたのかなと今は思っています。はい、というわけで今回は自分の青春の一枚という感じのライドノーウェアを紹介しました。ご視聴ありがとうございました。